Welcome to 京都 Welcome to 夢や八幡 TV。 本日も歴史について語ってまいります。9月1日からですね、丸小路海岸と言いまして、京都工芸繊維大学のですね、外国人寮ですね、そこでちょっと管理人のバイトを始めましたんで、毎日の発信というのはなかなか難しいんですけど、難しいというかですね、担当の女性の方がおられるらしいんですが、年配のですね、コロナになりはってですね、その代わりに入ってくれと言われてましてですね、ほとんど休みなしに行っておりますので、発信が飛んでしまっておりますが、まあ頑張っていきたいと思います。本日はですね、もう日付変わってしまいましたんで、9月9日、重陽の節句ですね。ちょっとその辺の神事があると思いますんで、本日はバイトがですね、夕刻なんで、その前にアップしたいなと思っております。それでですね、ちょこっと YouTube 見てましたらですね、月刊ムーンのですね、三上編集長ですかね、が出てきはってですね、どっかラジオの番組で話されて、月刊ムーンですね、邪馬台国論争について述べられてました。まだやるんでしょうね、九州説と奈良ですが、畿内説。まあはっきりはしてもらいますけど、アカデミー、大学の教授は頭おかしいんじゃ、それで食うていかなあかん人はですね、しょうがないかもしれませんね。で、松本清張さんなんかは大分説、宇佐八幡ですね。そこを言ってたそうです。姫っていうのを混ぜてはるんですけど、これあれ神宮皇后ですからね。神宮皇后と卑弥呼は一緒であ言う人おりますけど、違います。全然違いますんで、私、京都に住んでるんじゃないですか。祇園祭りありますよね。神宮、船鉾ありますね。大船鉾とか。あれは神宮皇后の、鉾なんですわ。その卑弥呼やいて書いてますわね。その船鉾の、同じあれは新橋なんですかね。その岩戸山ですか、それはあります。そこは卑弥呼というか大国主の岩戸開きの山ですからね。それとまた別ですから違うということが分かりますよね。ということなんで、ちょっと邪馬台国合わせという、これ阿波なんですね。どう考えても、私、徳島の生まれでも何でもありません。おじさんおりますけどね。それで阿波がすごいんだというつもりで何も言うとおりません。何度か申してましておりますように、私は大阪の堺で生まれました。仁徳天皇のちょっと行ったとこ、仁徳天皇のちっちゃい時の遊び場です。誰がどう見てもあの辺に国見をしてですね、煙が上がったらそんな形跡感じられません。ただ地名は残っています。モズなんてありますわね。儲け、ヶ原とかいうのはその残ってます。地名としてですね。それは700年ぐらいになって、地名を移していったんだということを述べていると思いますが、ということなんですね。ですから、阿波で1000年、で、奈良で100年とか言いますが、実質85年新暮らしがおりません。で、桓武天皇の頃でですね、最初は長岡京に出てきてですね、佐原市のとかと揉め事ありまして、10年ですね。経ってから794年、泣陽ウグイス平安京ですけども、10年間は長京におって、同じ京都中がこの辺ですね、今の平安京に移ってきた
ということで、そこから1250年ですね、約ね。ですから、淡路千年、京都で千年というらしいんですが、それが間違いないと思います。それでですね、卑弥呼ですね、邪馬台国論争というのは、魏志倭人伝に出てきますよね。魏です。マリコ時間からの場合でですね、中国人の女性の方ですね、とお友達ですね、バンクーバーに住んではるらしいんですけれども、中国系です。シンシアさんとシシさんという女の方がこう入居してきはりましてですね、そのシンシアさんのお父さんがついてこられました。で、もう年代も近いですからね、話しましたら、どこから来た、どこがルーツですかって言ったら、このギーヤーって言ってましたね。で、三国武士について話したりしてですね、もう漢字書きますからね、そんなもう、中国のところ、我々はこう日本発音でこう読んでますからね、どうも語音とかそういうのが多いらしいんですけれども、今のチャイニーズとは全然発音違いますからね。で、でも漢字書いたら分かりますからね。ギがルーツや言うてはりました。ですから魏志倭人でね、三国志の時代です。有名な曹操の次の文帝からですね、始まったということですね。その義っていうのは220年から265年というふうになっておりますんで、この時代の話をですね、次の世の人がこう義について書くというのが中国の歴史書の表しですからね、この頃だと、この頃にいたのが卑弥呼だと。で、180年から230年ぐらいの人じゃないかと。いうことですね。卑弥呼というのは姫巫女です。邪馬台国は大和国です。ヤハウェイの国、民の国ということなんですね。ユダヤ系だということです。落老軍ですね。ソロあたりから南東だということでですね、これはもう四国に当たるということです。で、サムネイルに載せておきますけれどもね、四国の周りをぐるぐるっと回っていったら、そういうふうに長くなるそうです。それで、大和国ですね。それはそこから山へ登って鶴居山の横にあった今でいう亀山町ですね。その辺りが高間ヶ原です。高間の原に神詰まりますという、ノリとで呼びますがね、そこはそうだということです。私は今、伏見におりますが、何回か申しました金札宮の優勝楽器に残っております。高間ヶ原から伏見ですから、人が犬と書きますよね。過剰の宮は点がどうか違うても、そんなもん関係ありません。犬のように伏してみたのがですね、見えたのが伏見だということです。それで、阿波のですね、久米一族とか入植してきております。最初にですね、700年代に。だから平安京は794年に成立、この桓武天皇をしていきますが、その前に入植してきておりましてですね、聖武天皇のと光明氏のお子さんである高賢女帝ですね、その頃ですね、天保正5年間にできた神社がその金札宮なんですが、そこの優勝書きにきちっと載ってますし、伏見成田社の中腹にあります伏見金原神社の宮司さんと何回かお話ししたことありますが、そうですわということなんですね。うずらなくというのが深草の枕言葉です。うずらなく深草っていうのがこう和歌なんかに書いていくと、ここが深草ですんでね、話を聞いたら間違いないということです。それでですね、魏志倭人伝の中にはですね、記述を見ましたら、水銀酒が取れると、邪馬台国ではね。で、四国の方では、水銀酒というのは2ですわね。で、
現実の前に使いますし、天皇が乗る船と、天皇家が乗る船というのは、赤船といってですね、その水銀紙を塗ってたんだということですね。それが、阿南市ですかね、今、若杉山古墳で、そういう、その頃のですね、水銀紙を取った遺跡が残っておるということですね。で、空海はそういうのも全部知ってましてね、発作マグナですから、石鎚山からずっと高野山抜けて、諏訪湖抜けていきますがね、そのあたりに水銀紙が取れるということですね。空海が開いた高野山でもですね、横の、これ、鎮守者いうんですか、その、この、西姫神社かなんかそれあると思います。一回見てください。ですから、水銀紙2ですね。2と関わりがあってですね、その辺を調べて山口行空海も知っていたんだということですね。ですから空海が全部インスピレーションで知ってたんじゃないし、空海にそういうことを共有したその後の大谷とかをおったということなんですね。で、わかると思います。話が飛びましたがですね。で、山大国というのは剣山のですね、横にあります亀山町のが高間が原であって山大国であるということですね。そこからずっと東側に降りてくる。その辺が佐那河内ですね。で、木の目山に降りてきてですね、今の吉野川でね、古川と言われたらしいんですが、吉野川のですね、下流域の方へ入ってくると。そこに天の岩戸分け櫓姫神社があります。これを亀山町から移してきたのは聖徳太子だと言われておりましてですね、それが元社であって、持統天皇の頃ですね、700年ちょっと前ですね、600年後半、7世紀後半ですから600年代に、持統天皇の頃に伊勢に移したんだという、この、伊勢の内部の元社はここの天の岩戸分け、櫓姫神社であるということです。これが卑弥呼ですね。姫巫女を祀った、高祖の寺である、神社であるということですね。で、魏志は神殿ですね。その後、男性が立ったけれども、国が乱れるので、13歳で豊が立ったと、継いだということを述べられてますわね。これが、豊家の狼であってですね、阿波のところに天の岩戸分け豊玉姫神社というのが残っておりましてですね、これが芸宮の元社であるということですね。ですから、全部阿波で説明できるということなんですね。ということですね。ということです。で、もう一点ですね、その後の歴史で宗女和国でですね、和の御王というのが出てきます。三鎮成功部ですね。三というのは王神天皇、鎮は仁徳天皇、清は隠居天皇、公は安光天皇、武は有略天皇と言われております。それで、武ですね。これは全部400年代の大きみです。天皇の時代ですんで、5世紀の話ですね。宗女和国伝というのは。で、すべて阿波が、この頃も都だったということですね。山です。讃岐の山ですね。その山の上が、これが本当の浪速であってですね、それを機内に移して、私も大阪ですから、大阪の浪速というのは後付けであるということです。それでですね、後で、仁徳天皇の前の週の歌ったです
ね、仁徳天皇を見ていきますとですね、まずそっちからいきましょうか。押してやるや、なにわの先をいでたちてですね、我が国見れば、淡島、なにわの、淡島、小野黒島、味巻きの島も見ゆ、放つ島見ゆと歌ってるそうでですね、これは万葉集です。仁徳天皇が淡路島から我が国見ゆですね、大和国を見た歌であるということですね。これが機内の方を見たら島なんか一個も見えないということです。これが、四国の方ですね。これが我が国だということで阿波の方を見たらですね、淡島というのがですね、これが善入寺島のようです。善入寺島のようですね。日本で一番大きいんですがね、まあ言うたら中之島です。この北岸に位置と出ていったのがですね、都を定めていったのが、王子天の三野のところでしてですね、持統天皇の藤原京というのは、善入寺島の南岸にあったと。これが一時藤原京でですね、元明朝天の頃に奈良の藤原京に出てきたと。ですから、藤原京というのは2つあったんだと思えばですね、これはもう全然間違いないということですね。で、淡島、で、小野黒島というのはですね、もういろいろ、ビザのことを言うんだとか言う人もおりますが、どうもですね、イザナギですね。舞中島のようです。三輪市の、三輪のですね、白人神社からこう降りてきてですね、その前にある、これも中之島ですね。舞中島のことを言うそうです。言うんじゃないかというのは僕正しいんじゃないかと思っております。なぜか言ったら、イザナミ神社というのはそことですね、神津山の上にしかありません。イザナギを祀る神社はありますけど、ですから二人で作ったって言ってますわね。古事記なんか。ですから、そこが拠点だったんじゃないかと思っておりましてですね。で、味巻きの島というのは、これ、ビロージュというんですか、亜熱帯の植物が生息している島ということでですね、これは阿南市の前のところに、ある島であって、放つ島を見ると言っておりますんで、島見えるのは阿波の方見らな見えないということですね、淡路島から。これで確かだと思いますしですね、和王部ですね、有力天皇の頃ですね、これになりますと、400年後半になっていきますが、東55国、西66国、北95国を治めたと言うてるそうです。四国から見て北、東、西と、こう見れば、拠点は阿波にあったんだということがもう明らかになると思いますね。まあ、もう知ってはりますからね、月刊ムーの三上編集長なんかも合わせずはご存知ですし、飛鳥明夫さんとかみんな知ってはると思いますけれど、なんでこれ分からんですかね。私は岩井大観先生が書きました「道は泡から始まる」とかですね、で香川よし子先生が書いてありますその本ですね。読んだら、これ間違いないなと。で、落合寛司先生ですね。落合医師の落合寛司先生は紀州の方ですんで、紀州が里心あるんか知りませんですけど、どうもまだ合わせというのを信じきれないそうです。私は堺で生まれましたが、親のルーツは熊野古道にあります。で、おじさんが何でか知りませんけれどもですね、四国の獅子食いと言いましてですね、これも須佐の
がですね、海原を治めと言われたところです。この祇園社のですね、もう一番日本の三大祇園の一つです。ここの京都の祇園と一緒ですね。それぐらい格式高いところあります。それでですね、大国主がですね、その佐野の後の大国主が船出してですね、今の福山市の友の浦ですね。元の友の浦というのがですね、獅子杭です。そこから船出して、今の友の浦ですね、潜水道があります。それで上山越えて登っていたのが出雲だということなんですね。そう見れば、確かだと思いますんで、私もなんでおじさんがそこで結婚して拠点を構えてですね、で、うちの母親はですね、日向がですね、宮崎県のですね、こういう西宮村で生まれていることが分かったんですね。まあ、そこちっちゃい時に行ったら思ってたら生まれたんですよね。これも意味があります。全部八田原の経典ですからね。剣山と、それで日向とね。ということでですね、話は飛びましたですけれども、どう考えても邪馬台国いうのの大元というのは阿波にあった。で、この有力天皇も言うてますように、他にいろいろ国があってですね、もちろんそこでは治めてるですね、地元のトップがいたと思いますが、魏志倭で因縁でいう卑弥呼ですね。これは阿波の神山町のあたりにいたんだということで、これ辻褄は合うと思いますけどね。ということで本日は邪馬台国阿波説阿波なんです。ということで、語らせていただきます。今、金城陛下も、皇太子の頃にですね、美馬市とかですね、この穴市の八北神社ですね、大国主の祀ってるお忍びで来てはります。それで、どうも霊霊家にも何回か皇太子の時、霊霊家はお文言を持ってるようです。これは飛鳥明夫さんが申してますわね。全部知ってあります。それと八田ガラスは全部教えてます。間違いありませんからね。また八田ガラスの方で聞いときますけどね。ということで本日はここまでにさせていただきます。本日は長野節の神事を動画撮れたらなと思っております。本日はどうもありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。どうもありがとうございました。